こんにちは、斉藤直樹です。20代、東雲なずさんからの質問です。はじめまして、東雲なずです。お恥ずかしながら、本当にここ最近先生の動画を見始めたものです。先生が他の方にしている的確なアドバイスを見て、私も先生に教わりたいと思い、今回ご連絡差し上げました。さて、早速内容に入っていきたいのですが、私の悩みは、絵が完全なスランプに陥ってどうしようもなくなっているということです。実物を見ていただいた方がわかりやすいと思うので、以下に X のリンクを貼らせていただきます。このリンクに飛んで、アカウントのプロフィールに書かれている東雲時短走行を見ていただけると画像が出てくると思います。その中でも最近書いたもの、ベンガラ、朝日苗、牧充と記載があるものを見ていただきたいのですが、いいね数を参照するとわかる通り、いまいち伸びませんでした。私自身、確かにこの絵はそそられないのかも、と思う気持ちがあるのですが、じゃあどこを直せばよいのかわからず、かれこれ3ヶ月ほど技術が伸び悩んでいます。デッサン、リアリティが足りていないのかも、と思って、牧充に関しては、よりシワの描写を追求したのですが、根本的な足りない感、垢抜けていない感が払拭できていないような気もしており、正直私自身お手上げ状態です。藁にもすがる思いで誰かに添削してほしいと思い続け、先生の動画を見つけ、ご連絡いたしました。長々と多分失礼しました。何卒よろしくお願い申し上げます。とのことです。東雲なずさんの作品の紹介。はい。東雲なずさん、ご質問ありがとうございます。なずさんのイラスト、とても素敵ですので、まずは紹介させていただきますね。はい。最初の作品はこちらです。ベンガラっていう、これはなずさんのオリジナルキャラクターですね。で、僕はですね、全然 TRPG に詳しくないので、ちょっと間違っていたらごめんなさいなんですが、実際の X の投稿文を見るとこんな感じになっていて、四季送り、継続、HO 秋、継続、ベンガラって書いてあります。で、多分詳しくない方は、この時点で何のことかわからないと思うので、一応ね、説明しておくと、この四季送りっていうのは TRPG のシナリオの名前ですね。他にもこの方がプレイされているシナリオが、同じ空には登れないっていうシナリオがあったり、あとはね、ウミガメのスープっていうのがあったり、そういう数あるシナリオがある中で、四季送りっていうシナリオ用に作ったキャラクターですよっていう意味だと思うんですね。で、継続っていうのはどういうことかっていうと、これですね、調べたら継続探索者のことで、TRPG 界隈では、主にね、継続 PC、継続探索者と呼ばれています。つまり、このキャラクターは一度、前のプレイで使ったことがあるキャラクターで、新しいシナリオでも引き続き使いますよっていう意味になっています。でですね、次、HO 秋って書かれているんですが、これもですね、ちょっとわからなかったので調べたところ、HO はハンドアウトの略ですね。で、これも TRPG で使われる用語の一つで、探索者や NPC が与えられる情報、目的や立場などの割り当てということなんですね。例えばね、このように HO 秋っていう風に書かれていたら、このキャラクターはこのシナリオにおいて、秋の立場を取るキャラクターっていう意味なんです。秋ってね、ちょっとわかりにくいので、他の例えをすると、例えば、闇と光で言ったらどっちのキャラクター？炎と水で言ったらどっちのキャラクター？で、秋と春で言ったらどっちのキャラクター？このキャラクターは秋ですよ。そういうね、属性分けみたいなもんだと思います。そしてね、肝心の絵についてなんですが、これですね、単純にすごくよく描けていて、すごくね、魅力的なイラストだと思いますね。ポーズもね、すごくシンプルだけど、片手はね、奥の壁を触っているような感じにしていて、細かい演技ですけど、めっちゃいい感じですし、あとは全体的なデザインを見ても、おそらくね、アーティストのようなキャラクターなんでしょうね。絵の具で汚れたつなぎや、シースルーのトップスとのバランスが面白くていいですよね。あと細かいところですが、こういう立ち絵って平面的で単調な印象になりがちなところを、後ろの足だけね、うっすらと青みがからせていて、空気遠近のような表現を取り入れていてですね、これもね、見せ方がうまいなと思いました。素晴らしいです。はい。そして次の作品。これは、朝日苗というキャラクターです。で、基本的にこの方は、さっきと同じように、TRPG でプレイするために、自キャラのイラストを投稿しているようです。はい。この絵もですね、すごく完成度が高いですよね。あと、キャラクターの完成度だけじゃなくて、東雲なずさんのイラストの特徴としては、背景のね、デザインにまですごく気を使われているところだと思います。キャラクターだけをポンと投稿するのではなくて、そのキャラクターがちゃんと入るように、ちゃんとデザインを考えて画面作りしているのが、さらにね、素晴らしいと思いました。はい。次。こちらもね、見てほしいと言われたもう一人のキャラクターです。牧充くんですね。ご本人のコメントによると、このキャラクターはものすごくシワにこだわったということですが、いや、本当にね、コメント通り、すごくね、シワの表現が素晴らしくて、リアリティを感じられる作品になっていると思います。
で、ただリアルなだけじゃなくて、あえてね、シワの影を彩度が高い青にすることで、なんとなくね、全体的に爽やかな印象に仕立てられているのが、さらにね、うまいポイントだと思いました。こちらもとても素敵な作品だと思います。で、東雲なずさん、他にもね、たくさんのイラストがあって、全部ね、結構クオリティ高いんですよね。例えばこちらのイラスト。これはね、部屋の様子がめちゃくちゃありありと描かれています。おそらくね、研究者のキャラクターなんでしょうね。試験管とかビーカー、書類や標本などが置いてある研究机に、床にもね、研究資料が積み上がっています。ところどころ、くしゃくしゃっと丸めた紙くずが、机の上とか、あとは床下に転がっているのが、これリアリティがあっていいですよね。はい。こういう作品だったり、次の作品はね、赤を大胆に使った構成ですね。ちょっと強気な探求心の強い本好きのお姉さんといった感じでしょうか。おでこで切り揃えられた前髪と大きめのメガネが主張の強さを物語っていますね。キャラクターによってね、色をこのように大胆に使い分けられていて、一発でそのキャラクターがどういうキャラクターなのか、色によっても分かりやすく構成する力も伺えます。はい。こういう構成力もね、素晴らしいと思いました。はい、最後。これもね、すごく力作ですね。あれ？なんか見たことあるなっていう風に思ったんですが、よく見ると、さっきのアーティストのお姉さん、ベンガラさんでした。はい、こっちは髪がめちゃくちゃ長いロングバージョンで、お坊さんのような今朝を着ていますね。そして片手にはナイフを持っていて、で、返り血を浴びていると。で、足元には血を流して倒れている人。はい、結構物騒な状況です。もう完全にね、第一容疑者ですね。全体を通して夏さんの絵は、コントラスト、つまり白黒のバランスがとても良くて、特にね、影を強く落とせているので、存在感がものすごく感じられるのが特徴的だと思います。まるでね、キャラクターがありありとそこにいるように感じられるイラストだと思いました。はい、素晴らしいポイントですね。ハイコンテクストなものには、いいねがつきづらい。さて、では質問にお答えしつつ、どこをどうすればいいねが伸びるのか、修正のポイントについてお伝えしていこうと思うんですが、ただですね、その前に、東雲なずさんをはじめ、多くの人がそもそも押さえておかなきゃいけないポイントがあります。それは、ハイコンテクストなものは、そもそもいいねがつきづらいっていう事実です。はい。ハイコンテクストっていうのは、何らかのコミュニケーションにおいてですね、背景の情報や文脈、場の雰囲気とか、あとは関係性が、もうその界隈では暗黙の了解みたいになっていて、で、それがあえて言語化されることなく、はい、皆さんもう分かってますよね。例のあれですよって空気のようにみんなに共有されているような状態。その界隈の人たちにとって常識として浸透しているような状況のことを言います。東雲さんの作品は、そのものはね、もうとても素敵なんですが、その界隈以外の人から見ると結構ですね、謎が多いんですよ。さっき最初に説明したように、式送り、継続、HO、秋、ベンガラってね、これ TRPG を知らない人から見たら、ものすごくね、馴染みの薄い、呪文のような言葉が羅列されているわけじゃないですか、この投稿。もしかしたらね、夏さんは何のイラストか分かりやすくする目的で、この情報を入れてくれたのかなっていうふうに思うんですが、実はこれ結構逆効果だと思っていて、この時点で結構見る人を選ぶ投稿になっちゃってるんですね。いや、だってですね、一応これ調べてみたんですが、TRPG を実際に定期的にプレイしている人の人口って、日本だけで見ると、これあんまり正確なデータはないと思うんですが、ざっとね、調べてみたら、5万人から10万人らしいんですよ。で、定期的とは言わないまでも、過去に TRPG をプレイしたことがある人を含めたり、あとは動画鑑賞派の人たちを含めても、これ数十万人っていう規模で、100万人にはね、届かないらしいんですよね。人口的には。確かにね、ここ数年で動画とか配信者の影響で TRPG の文化が可視化されてきて、どんどんね、盛り上がっている状況ではあると思うんですが、それでもまだニッチな分野だってことです。でですね、僕が言いたいのは、別にそれが悪いことだと言いたいわけじゃないんです。むしろ僕は、東雲なずさんの絵の投稿スタイル、めっちゃいいと思います。だって自分の好きなキャラクターを思いっきり創作して、そして背景も丁寧に描いて、世界観も作り上げて、そしてそれが好きな仲間たちに向けて、絵をね、共有して楽しんでいるわけじゃないですか。これね、火の打ちどころがないですよ。創作者として最高だと思います。なずさんの唯一の間違いがあるとすれば、そこで、いいねを気にしちゃったことです。いや、だって、いいねたくさんもらえるはずないじゃないですか。いや、なぜって、だって自分で見てほしい人をかなり限定しているわけですから。だってね、この投稿の文面を見た時点で、おそらく TRPG 知らない人は、どういう意味っ
ちょっと何言ってるかわかんないけど、でも自分にとっては関係ない情報だな。っていうことで、スッと流してしまうと思います。この絵を見てくれる可能性がある人は、そもそもさっき言ったように5万人から10万人、多くて数十万人の人たちです。そのうちのね、200いいね、300いいね取れてるわけですから、むしろすごいんじゃないかとすら僕は思いますね。もしね、いいねの数を追い求めるんだとしたら、有名なキャラクター、人気キャラの二次創作をするのが一番いいとは思うんですが、オリジナルのイラストでいいねが欲しいのであれば、少なくとも見てくれる人の界隈を限定しないことが大事だと思います。ナツさんは今、おそらく良かれと思って、このシナリオ用のキャラクターで継続して使うキャラクターですよっていう情報を付加して発信してくれていると思うんですが、その情報がね、むしろ見てくれる人の幅をぐっと絞るような行為だと思ってください。さっきも言ったように僕はそれで全然いいと思うんですが、ナツさんがね、もし、いや、もっといいねも欲しいんだっていう場合には、そういう TRPG 用語は一切書かずに、単純に一次創作のキャラクターイラストとして、このキャラ素敵でしょ？この状況かっこいいでしょ？このイラストの情景すごく綺麗でしょ？っていうね、そういう感じで、素直に絵としての魅力を発信した方が、逆にね、いいねはつくはずだと僕は思います。ハイコンテクストであれば、ハイコンテクストであるほど、見る人の層を狭めて、いいねの数は減るということを覚えておいてくださいね。それでももっと、いいねを伸ばしたいなら、で、その上で絵の修正ポイントを解説するんですが、さっきも言ったように、東雲ナズさんは画力自体は全く問題ないです。というかね、むしろ上手すぎなぐらい上手いと思います。キャラクターも描けるし、背景もしっかり描ける。もうね、素晴らしい画力の持ち主ですよ。でもね、もしいいねが思ったように伸びないと思ったら、それはね、十中八九顔の問題ですね。これですね、残酷なことに、どれだけ上手い絵を描いたとしても、どれだけ背景が綺麗で素晴らしいとしても、人間が描いてある時点で、人の興味って悲しきかな。顔にね、集中するんですよ。その顔のバランスが見ている人にとって、ちょっとでもね、なんか違うってなると、その人にとってその絵はもういい絵にならないんですね。ほんとどれだけ背景がすごくても、体が上手くても、顔だけでね、台無しになっちゃうんですよ。ほんと怖いですよね。で、その観点で僕がナツさんの絵を見たときに、ちょっと気になったのが、目の高さです。目がですね、ナツさんは結構ね、こう、低めに描く癖があるように感じますね。例えば、この絵が一番わかりやすいと思うんですが、このキャラ、年齢的には20代ぐらいのキャラクターなのかなって想像するんですが、その割に目がね、結構低めに描かれているんですね。で、目が低いと、かなりこう、童顔な、幼い印象を与えてしまうので、なんかね、悪い意味で体とのギャップが気になります。結構ね、違和感につながっちゃうんですね。はい。そんな時には、もうちょっと目をこう、高く、上に描くように心がけるといいかもしれません。このように。はい。すごく細かいポイントかもしれませんが、こうするだけで年齢感が少し上がって、体とのギャップが気にならなくなります。あともう一つのポイントは、このイラストに関してはちょっとね、頬の赤みが濃いかなと思いました。頬の赤み自体はね、可愛さにもつながるんですが、やりすぎちゃうとね、ちょっと気持ち悪さにもつながっちゃう部分があるので、バランスにはね、注意しましょう。で、今お伝えした目の低さは、この男性キャラクターにも共通して言えるかもしれません。はい。牧みちるくんですね。おそらくね、ナツさんのイラストは鼻筋をしっかり描くので、多分余計にそう見えるのかもしれません。この鼻筋との兼ね合いでね、かなり目が下についているように見えちゃうんですね。鼻筋がしっかりあると、年齢がそれなりに高く見えますので、それなのに目が下についているのが結構ね、童顔をすごく強調してしまっているように思います。鼻筋をね、ちょっと上の方色取れして抑えるか、もしくは目をもう少しこう上に引き上げるかなどしてバランスをとってみるといいかもしれないなと僕は思いました。でもね、完全に全部なくしてしまうのも、あまり良くないかなとも思うので、少しね、色を弱めるぐらいに留めていい気がします。で、最後、このキャラクターですね。はい。このベンガラさんに関してはね、初めから目が上に描かれていて、全然バランスは気になりませんでした。なので、絵として何か言うことは特にないですね。強いて言えば、右側にね、こう、あえて拡大した絵を乗っけているので、拡大するとね、結構細かい部分まで目につくじゃないですか。なので、このように、少しだけ、こう、右側だけ書き込みを増やして、顔にピントがあったような状態にしても、絵の見栄え自体はね、良くなるかなと思いました。東雲ナツさんの作品は、ずっと言ってますが、細部にすごくこだわりが宿った、とても素敵な作品だと思います。もし、いいねがつかないのであれば、それはイラストの題材や投稿の仕方の問題で、あえてね、
ニッチな方向に向けての投稿になっているからだと思います。そして、それ自体僕は全然悪いことだとは思いません。あまりいいねの数を気にされず、自分の世界をね、広げていってみてはいかがでしょうか。そしてもし、それでももうちょっとだけいいねが欲しいなっていう場合には、顔のバランスをもう少し見直すことで達成できるかもしれません。ナツさんはしっかりした鼻筋を描くのに加えて、目を下の方に描く癖がありますが、それがね、しっかりと描く鼻筋とちょっとね、相性が悪い気がします。もう少し目を上の方に描いて、年齢間とのギャップを埋めてあげると、不自然さが減って、少しいいねの数が上昇するかもしれません。ぜひ試してみてくださいね。応援しています。頑張ってください。といったところでいかがだったでしょうか。今回は半分絵の添削、半分は作品の投稿の仕方みたいな感じで解説させていただきました。それと、たまに質問がありますが、僕に質問を送りたい方はですね、動画下の概要欄に質問の投稿フォームの URL が貼ってありますので、そちらから送ってみてください。今回のように自分の絵についての質問でしたら、ご自分の作品が見れる SNS も書いていただけると具体的にお答えしやすいと思います。あと、ついでにですね、気まぐれ添削の送り方についても下の概要欄に合わせて記載されていますので、こちらもね、ぜひ確認しつつ投稿してみてくださいね。お知らせです。動画販売サイト Vimeo にて1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など、15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円。1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入すると、なんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。